今日の飯は極みソース焼きそば。焼きそばらしからぬ極太麺と、それに合わせるのは麺に負けないパンチを持った門外不出の激うまソース。焼きそばの概念を根底からぶち壊すニュージェネレーション焼きそばで焼きそばマニアをうならせる。今日は死ぬほどリクエストが多かった焼きそばを作っていこうと思う。使う物はこれだけ。特筆すべきはこの麺だ。今日はこのよくスーパーで見かけるつけ麺用の麺を使った極太焼きそばを作っていく。焼きそばといえば、まるちゃんのあの細麺の焼きそばが思い浮かぶが、今回作る焼きそばは一味も二味も違う。オーソドックスなタイプの焼きそばは死ぬほど YouTube に転がってると思うんで、そっちを見てほしい。まず最初に肉に下味をつけておく。豚バラ肉をストレートに薄めた麺つゆに浸しておくだけだ。肉が大きすぎる場合は事前に一口大に切っておく。そうしたら野菜をカットしていこう。といっても今回使うのはキャベツのみだ。だいたい 2,3 枚ぐらいを一口大に切っていく。焼きそばに合う具材はキャベツ以外にも人参、玉ねぎ、もやし、ピーマンなど数えきれないほどあるが、一人前でこれらを全部入れようとするとなかなか大変だし、麺より具材が多くなりがちだ。野菜があまりに多いと水分が出すぎて味がぼやける。焼きそばの主役はあくまで麺とソース。あまり具材を増やしすぎると麺入り肉野菜炒めになりがちなんで、俺の場合入れる野菜は多くて2種類ほどにとどめている。ほんでニンニクの皮も剥いておく。包丁の出番はもうここで終わりだ。カットが終わったら肝心の焼きそばソースを作っていく。今回作るソースはあの極太麺にも合う力強いソースや複数のソースをブレンドしていく。まずはサラッと系のウスターソースを大さじ1で、ドロッと系の中濃ソースを大さじ1。ドロッと系ならとんかつソース、お好み焼きソース、焼きそばソース、この辺りで代用しても OK だ。そしてコク出しのオイスターソースを小さじ1。サラサラドロドロオイスターを3対3対1。さらにここにフレッシュなスパイスを加えると深みのある味わいになる。クミン、チリペッパー、ターメリック、ガラムマサラ、この辺りのスパイスが割と合うが、これらが含まれてるもっと手っ取り早いスパイスがある。そう、それがカレー粉だ。これ一つでソースがよりスパイシーになり味に奥行きが生まれる。あまり多く入れすぎるとカレー焼きそばになっちまうんで、ほんの少しこれぐらいでいい。スパイス注文はほどほどが大事や。人生におけるスパイスしかり、恋のスパイスしかり。は？さらにここに先ほど皮を剥いたニンニクをすりおろしパンチを加える。これをよくかき混ぜたらゲチパネ秘伝のソースの完成だ。今回はあの極太麺に合うかなりパンチの強いソースを作っている。もし味が濃すぎると感じる場合は入れるソースの分量を各自調節してほしい。また普通の細麺の焼きそばに使うにもちょっと濃いので注意だ。ってなわけで仕込みは以上だ。麺を茹でる用のお湯を準備する。なるべくたっぷりめで。今回麺を茹でるその前にちょっとしたことをする。軽く塩を2つまみほど。そして微量の油。ほんで麺を茹でる前に野菜を下茹でする。キャベツだけなら 2,30 秒ほどさっとでいい。人参などの火が通りにくい野菜は少し長め。これは何をやってるかというと、中華料理でよく使われる油通しという技法の代用だ。まず塩を入れることで野菜が色鮮やかになる。事前に7割方火が通ることで炒めに必要な時間も短くなり、また油で野菜の表面がコーティングされるので野菜から出る水分の流出が最小限になる。そのため味がぼやけにくくなるし、野菜自体がシャキシャキして甘くなる。本来油通しは大量の油が必要になるが、このやり方で面倒な油通しとほとんど同じ効果が得られる。野菜炒めの時にも使える小技や。覚えておいて損はない。麺を茹でるついでにささっとやればいい。2,30 秒ほどで鮮やかな緑色になった。こうなったら撤収。水分が蒸発しやすいようになるべく広げて取り出しておく。残ったお湯でそのまま麺を茹でていく。茹でる時間は表記の時間で OK だ。先ほど加えた少量の油はここで麺がくっつきにくくなるという利点もある。なお普通の焼きそば麺を使う時も同様に湯通しした方が美味しく食べれる。
通常焼きそば麺には麺がほぐれやすいように表面に油が塗ってある。麺を下茹でするとこの酸化された油が取れ、ソースとの絡みが良くなる。また独特の匂いも取れ、麺がもっちりする。茹で上がった麺は水洗いしぬめりを落とす。水分量が多いと後々焼き目がつきにくいんで、水気はしっかり絞って切っておく。めんつゆにつけておいた肉もここで絞って水分を切っておく。あとはこいつらを焼いていくだけや。油はもしあればラードを使用しコクを出す。フライパンが温まったらまず麺だけを投入する。そして麺をフライパン全体にまんべんなく広げて麺の表面を焼き付ける。こうすることで小麦の焼けた香ばしい食感と香りが加わる。焼きそばはそばを焼くから焼きそばと言います。炒めそばやない、焼け。麺の方は弱中火でこのまましばらく放置。その隙にトッピング用の目玉焼きを用意する。しばらく麺を置いておくと小麦の焼けた香ばしい香りが漂ってくる。そしたら麺を返す。焼き目をつけるのは片面だけでいい。片面カリッと片面はもちっと。この食感のコントラストこそが至高。そしたらフライパンのスペースを空けて肉を投入。肉に火が通って白っぽくなるまでささっと炒める。肉の色が変わったらキャベツを投入。もうほぼ火が通ってるんでさっと絡めるだけでいい。絡まったらソースをドバー。火を強めて全体を絡ませるとニンニクの香り、そしてソースが香ばしく焼けた香りが漂ってくる。そうしたらここで最後に魚粉を追加。今回はだしパックの中身をぶちまけてるわ。鰹節で OK です。とにかく魚系の出汁を加えること。あとは好みで揚げ玉なんかも加えていいだろう。全体に魚粉が絡まったらもう完成だ。トッピングの目玉焼き、青のり、紅生姜を添えて完成。極みソース焼きそば。いただきます。半端じゃねえ。これまで食ってきた焼きそばとは全く違うネオジェネレーション焼きそば。まず特筆すべきはこの麺だ。つるっと喉越しがよく、噛めばもっちもち。焼き目をつけたとこで香ばしさもあり、カリッとした部分ともちっとした部分の食感のコントラストが素晴らしい。こんなにうまい麺はつけ麺だけに使っておくのはもったいない。このレベルの麺を家庭で食えるようにしてくれた大正軒創業者山岸和夫のおやすさんおよび東洋水産に感謝の意を唱えたい。そしてこの麺に負けないパンチのあるソース。3種類のソースをブレンドした深みのある味わい。そこにニンニクのパンチが加わり、スパイスがピリッと味を締める。麺つゆで下味した肉も相性抜群。ほんで下茹でしたキャベツ。シャキッとした歯ごたえがあり、普通のキャベツより甘みを感じる。ここにマヨなんてぶっかけてよ。半熟卵と一緒にかっこんだりしてよ。これをキンキンに冷えたビールで流し込んだらもう Go to Heaven だバカ野郎。優勝。これはぜひ焼きそば2にこそ試してほしい味。きっと衝撃を受けること間違いなし。ぜひ一度試してみてほしい。ごちそうさまでした。